日も一日お疲れ様です。数ある動画の中からこちらをご覧いただき本当にありがとうございます。それでは本編をご覧ください。ネット監視ってありになったの2025年、日本で新しい法律が決まりました。その名も能動的サイバー防御法。なんか強そうな名前ですね。これって一体私たちにどう関係あるの？この法律、ざっくり言うと攻撃される前に怪しいネットの動きは見とこうぜってやつです。つまり防犯カメラみたいなもんをネット上にも置こうみたいな感じ。これで政府とか警察とか自衛隊がネットの怪しい通信を事前にチェックできるようになるんだって。しかも危なそうなサーバーが見つかったら先に止めることもできるとか、あと電力とか水道の会社は攻撃されたらすぐ報告しないといけなくなりました。今までは通信の秘密っていうルールがあってネットの中身は基本ノータッチでした。でも今回は予防目的なら見ても OK ってことに、いわばドアの外に防犯カメラつける感じ。とはいえなんで今この法律って思いますよね。実は最近サイバー攻撃がめちゃくちゃ増えてて、大阪の病院が診療ストップしたり大企業がハッキングされたり、もう守るだけじゃ無理ってなったわけです。政府は海外からの通信だけ見ますよって言ってるんですが、例えば日本の人が海外の SNS とか使ってたらどうなるのって話もありますよね。どこまでが対象でどこまでが政府なのか正直まだちょっとグレーです。運用次第で国内の通信が巻き込まれる可能性もあるかもしれません。他の国と比べるとどうなのって話ですが、アメリカでは NSA が大規模に監視してたのがバレてスノーデンさんが暴露して世界がざわつきました。中国はネット全体ががっつり国家管理、 SNS も検索も全部コントロールされてます。ドイツはナチスや旧東ドイツの反省から監視は悪って考えが強くて裁判所の許可がないと基本無理。フランスはテロ事件の後に法律を整えて監視もするけど報告してちゃんと管理してますって感じです。日本は安全も大事だけど自由も捨てたくないってスタンスみたいです。中立的にうまくやりたいってことなんだけど、そのさじ加減ちゃんと見張っていかないとやばいかもです。ちなみにやりすぎ防止の仕組みもあるらしいです。第三者によるチェックとか国会への報告とか。でもそれ本当に機能するのってところはまだ未知数。正直すぐに生活が激変するわけじゃありません。でも気づいたら見られるのが当たり前になってるかもしれない。だから今のうちに情報の扱いとかちゃんと考えときたいですね。ネットの安全を守るには監視も必要だと思いますか？それともやっぱりプライバシーが一番大事？よければコメントであなたの考えを聞かせてください。